皆さんこんばんは、さちです。そろそろ年末も近づいてきたので、今回はお正月にぴったりな和のデザインをご紹介します。深い赤が大人っぽくて成人式にもおすすめです。それでは塗っていきます。スタート。ベースコートはロム&のハードナー01番を使いました。ディア A の SE34 番を使います。SE34 番を親指、中指、薬指に塗っていきます。ほんのり透け感のある黄みのあるクリームホワイト。一度塗りで程よく発色するので、ベースカラーとしてもアレンジにも使いやすいカラーです。もしキャンメイクの N29 番を使う場合は、2度塗りで同じくらいの濃さに仕上がります。シフレの572番を使います。572番を人差し指と小指に塗ります。ほんのりパープル味のあるワインボルドー、深みのあるボルドーで手元を明るく見せてくれます。2度塗りするので、1度目はムラは気にせずに、根元やサイドの塗り残しのないようにライン取りを意識して塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま572番を使います。572番を親指の右側3分の1くらいに重ねます。境目部分には後からラメでラインを描くので、多少ガタガタになってしまっても気にしなくて大丈夫です。ガイドとなるラインを先に描いた方が塗りやすい方は、赤を塗るより先にラメでラインを描いても OK です。中指も同じように左側3分の1くらいに重ねます。もし塗りにくい場合はラインテープやマスキングテープを貼ってから塗るのもいいですよ。白く残したい部分にマスキングテープを貼って、空いているところに赤を塗ると綺麗に塗れます。他の指は2度塗り目を塗ります。2度塗り目は1度目よりも少し多めに液を取って、はけ圧をかけずにふわっと塗るとムラをきれいに隠せます。2度塗りするとさらに深みが増してめちゃくちゃ大人っぽいですよね。暗めのボルドーをお探しの方はこちらのカラーおすすめですよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの BK081 番を使います。BK081 番で親指の左側に数本ラインを描いていきます。はけ圧をかけてしまうとラインが太くなってしまうので、はけ圧をかけずにスーッと優しくを意識すると細く描けます。こちらのカラーは廃盤になっていて、今はリニューアルして BK016A という品番になってます。こんな感じ。中指も同じようにラインを描いていきます。ハケの柄の部分に液がたっぷりついていると、描いている時に液がドロッと落ちてくるので、柄の部分の液を落としてから描いてくださいね。ラインが描けたら2分くらい乾かします。ダイソージェネネイルのホワイトを使います。ペーパーパレットとドットペンも用意します。パレットにホワイトを少し出してドットペンに取ります。ドットペンに取ったら親指の爪先にお花を描いていきます。ドットペンの先端に液を少し多めにつけて、ドットを描くときにペン先が爪につかないくらいのところで離すと、カラーがえぐれずに綺麗なドットが描けます。中指も同じようにドットを描いていきます。ドットペンの代わりに爪楊枝でも大丈夫です。ドットが描けたら3分くらい乾かします。シフレの006番を使います。006番で赤と白の境目にラインを描いていきます。赤を塗った時に境目がガタガタになってしまっても、こちらのラメの工程である程度隠せます。ラメのラインを描くときは、はけ先にたっぷりめに液を取って描くというよりも、ラメを置いていくようなイメージで塗ると綺麗なラインが描けます。一気に描こうとせずに少しずつラメを置いていってください。
中指も同じようにラインを描いていきます。チフレのラメは開封したばかりの液がサラサラの時はラメをびっしりのせるのが難しいですが、数回使って液がドロッとしてくるとラインが描きやすくなります。なので薄め液は足さずに使うのがおすすめです。人差し指と小指の爪先にも細く重ねていきます。爪のエッジ部分に塗るようなイメージで重ねると太くなりすぎず綺麗な細いラインが描けます。ラインの太さはお好みで OK ですが、太く塗ると華やかに、細く塗ると上品な印象に仕上がります。ラインが描けたら2分くらい乾かします。ネイルタウンで購入した金箔を使います。使いやすいように細かくちぎっておきます。糊代わりにベースコートを使います。この時にアートの上は普通に塗るとカラーを引きずることがあるので、スタンプを押すように優しくコーティングしてください。ベースコートが塗れたらちぎっておいた金箔をつけていきます。余白が気になる部分につけてください。先に大きめの金箔をつけてからその周りに小さめの金箔をつけていくとバランスを取りやすいです。ちなみに糊代わりに使うのはベースコートでなくてもトップコートでも大丈夫です。こんな感じ。中指にも同じように金箔をつけていきます。セリアにも金箔がありますが、セリアの金箔は色がくすんでいて和のデザインには合わないので、こういう綺麗な金色の箔を使うのがおすすめです。こちらのアイテムも100円くらいで購入できます。概要欄にリンクを載せておきますね。薬指の中央にも金箔をつけます。親指や中指と違って薬指には大きめの金箔をつけてください。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げにトップコートを塗ります。いつも最初に塗っているキャンメイクのトップコートは今回使ったチフレの赤を少し溶かしやすいです。縮み防止のためにいつもキャンメイクを先に塗ってますが、今回は薄塗りなのでネイリストだけで仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。お正月にぴったりな和ネイルの完成です。派手色だけど深みがあるから上品で大人っぽい雰囲気。華やかさもあって振り袖にもぴったりなデザインです。使用したものをまとめます。両手揃うとこんな感じ。右手は中指と薬指のデザインを交換して塗ってます。もう少しサイドが高めの方がお好きな方はキャンメイクのシックボルドーを使っても可愛いですよ。縦ラインのおかげで爪の縦長効果もアップ。ぜひまねっこしてもらえると嬉しいです。次回はニットコーデにぴったりな甘め白グラデをご紹介します。お楽しみに。またねー。